善良なイーダは永遠の眠りに、イム様がハラルドの肉体を遠隔支配。深海契約の代償が明らかに。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1168話が公開されました。タイトルはエルバフの雪です。扉へリクエスト、はっちゃんの手袋を6つ編む羊の家族、ペンネーム、藤尾人。編集コメント、ハラルドの努力が実を結びつつあるが。まず、場面は15年前に遡る。世界各地の街角で人々はニュースについて熱く語り合っている。また巨人族の海兵が活躍したって。彼らは本当に頼りになるな。巨人は怖いと思ってたけど今なら会ってみたいな。場面はにぎわう貿易市場へと移り、海外におけるエルバフの特産品の人気ぶりを描写する。もっと仕入れられねえかな。エルバフの海産物だよ、人気でさ。だろうな。エルバフの杉。質がいいぜ。運搬に一苦労だが。勝った。場面は新世界のエルバフ本土へと切り替わる。わー。ついに我々が加盟国となるその時。ハラルド。観光船を作るべきだと思う。そうすれば国民が自由に同盟国を訪れることができる。外の世界から見れば我々は実は希少な少数派なのだ。わー。だが外には多種多様な種族が共存する国がたくさんある。それは相互尊重の文化のおかげだ。広い世界へ飛び出し、新しい友人を作り、共に知識を深めようではないか。それはいいな。もう一歩なのだ。未来は明るい。戦士は廃業か？いいだ、俺はやり遂げる。場面はセイウチの学校へ切り替わり、子供たちがはしゃいでいる。すべてはお前のおかげだ、サウロ。鋭い歯より賢い子供、だろ？デレシシ。そんな気持ちが私の心を満たしてくれるわ。それが今まで私を支えてくれた。でも心配しないで。大丈夫よ。あなたはみんなの王、ハラルドなんだから。あともう少しなんでしょう。ああ、そうだ、いいだ。もうすぐだ。すぐに我々は世界中とつながる。我々の世界は何万倍にも広がるんだ。そうしたら一緒に旅に出よう。昔のように。素敵ね。楽しみにしてるわ。俺もだ。イーダは懸命に手を挙げてハラルドに触れようとするが、腕は力なく垂れ下がった。ハラルドは涙を流しながら部屋を飛び出す。外では新居兵海賊団の面々が静かに待っていた。ハイルディンが急いで部屋に駆け込むが、イーダの命はすでに静かに消え去っていた。一方、監獄の中ではロキが沈黙を守っていた。エルバフには雪が舞い散り、彼は帽子のつばを下げて表情を隠した。だがハラルド、お前はここで何かを失うことが怖くはないのか？武力こそが国を強くするとはもう思わない。イーダのおかげだ。彼女が全てを教えてくれた。彼女との出会いは俺の人生で最大の祝福だった。イーダの死後、ハラルドは墓地を訪れなき妻を悼む。武力こそが国を強くするとはもう思わない。イーダのおかげだ。彼女が全てを教えてくれた。彼女との出会いは俺の人生で最大の祝福だった。その時、ハラルドの脳裏にイーダと共に過ごした過去がよみがえる。ねえ、ハラルド。エルバフは本当に変わったわね。私が初めてここに来た時は内紛ばかりで怖かった。でも、あなたが全てを変えたのよ。今では子供たちが笑って勉強できる。まるで全然違う国みたい。古い飲酒、遅れた伝統、戦士の時代の悪しき風習は全て捨て去るのだ。あら、でも私、戦士の誇りみたいな部分はちょっと好きよ。すごくかっこいいし、自分の文化を大ごとにすべきよ。分かってないな、イーダ。その文化こそが我々の結婚を阻んでいるんだぞ。俺は認めん。あなたはいつも私を制裁にしたいって言ってたわね。ごほ、本当に嬉しいこと言ってくれるわ。すっごくかわいい。ロキはどうするの？あいつはずっとハイルディンの弟分だろ？心の中では私もずっとあの子をそう思ってたわ。ふふふ。時は14年前に遡り、五老星とハラルドが対話している。シャンクスが行方不明だと？さよう、彼が最後の任務を完遂していれば、正式に叙任されていただろう。時点であったを主にその機会が回ってきたわけだが、どうする？神の騎士団の一員となる名誉、当然受け入れます。そうすればエルバフの加盟国の地位は確実になる。ならば祝福しよう。あの方もお主を信頼することに同意された。長い道のりであったな。お主はエルバフに大きな変革をもたらした王として記憶されるだろう。
いや、実はエルバフがついに世界政府に加盟した暁には、俺は王座を退くつもりです。私より若く、徳のある統治者が引き継ぐべきだ。ピーター星はハラルドのその言葉を聞いて言葉を失う。それはムーが決めること。なぜ今日の玉座に誰かが座っている。来るがよい。ムーはそなたを見ていたぞ、ハラルド。うわー。パンゲア城内に悲鳴が響き渡るとともに、ハラルドはイムの新たな力を受け入れ、深海の契約を結び、正式に神の騎士となった。その刻印は麻美の契約に弧を描く模様が加えられたものであった。この力は、体の中から湧き上がってくる。ゾッとするほどだ。これが不死の力だ。いつ見ても背筋が凍るわ。奴はもう野獣の域を超えた強力な兵器へと鍛え上げられたのだ。汝自身をムーに忠誠を誓った不滅の騎士と思え。不死？信じられん。エルバフに五芒星を刻め。それが我らの絆の証となる。そなたの悲願はついに叶えられる。この最後の任務が完了し次第な。エルバフは世界政府の加盟国として承認されよう。イムがその言葉を告げる間、ハラルドが船でエルバフに帰還する様子が描かれる。万歳。ありがとう。ハラルド王。そしてハラルドはアウルスト城の玉座の間に五芒星を作り出した。もう一度煽っていただけますか、偉大なるイム様。国中を動員し、壮大な戦士の軍団を編成せよ。挙兵海賊団は海軍と共に立ち、世界に仕えるのだ。待ってください、そんな。待ってくれ。俺がやってきたことはすべて、エルバフを暴力から解放するためだった。もちろん、まだ戦いたい者がいれば、海軍への入隊を喜んで進めるが、しかし、王は中で誰と話しているんだ？そなたはエルバフの歴史を償うと誓ったはず。奴隷になるという代償を払ってでも、その重荷は一人で背負うつもりだった。そのような歴史の重荷は、そなた一人で背負うには重すぎる。口を慎め、そなたはムーに逆らうことはできぬ。深海の契約を結んだ者は不死と力を得るが、その代償は絶対服従だ。ハラルドの体は制御を失い始め、彼はイムと身体の主導権を争っている。そなたはムーの命令を遂行するのだ。そなた自身の意志にかかわらずな。まずい、制御できない。エルバフ、奴らはここを仲間にするつもりなどなかったんだ。あのイムめ、呪ってやる。へい。計画はずっとエルバフの戦士たちを奴隷にすることだったんだ。どうされました、陛下？誰かいるのですか？俺をこの柱に鎖でつなげ。急げ。ヤルル長老と息子たちを呼べ。しかし陛下、ハイルディン様はまだ海に出ておられますし、ロキ王子は例の一件の後まだ幽閉されたままです。もう長くは公園。一体どういうことなのですか、陛下。そんなことはもうどうでもいい。奴を解放しろ。場面は冥界の監獄へ。行ってもいいぞ、ロキ。すぐにクエスト場へ向かえ。オーガを呼びだ。場面はヤルルの家へ。緊急事態だと？何が起きている？こうして物語は事の始まりへと戻る。城の大虐殺の日、エルバフの最も愛された王、慈悲深きハラルドが命を落としたあの日へ。編集コメント、歴史が交差する。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。